どうしたんだ？待ち合わせ場所に来ないので、帰ろうと思ってました。ごめん。でも、1分しか遅れてないじゃないか。普通10分前には来るものです。そうかな。兄弟でそんなに気を使わなくても。気を使う使わないではなく、待ち合わせというものに対するマナーです。マナーねえ。わかった。今度はきっと遅れないようにするよ。そうしてください。私、待つのは苦手ですので。そうなのか？俺はあまり気にならないけどな。時間にいい加減な友人がいて、1時間ぐらい待たされることがあるけど、ぼーっとしてるうちに過ぎてしまう。お兄様はぼーっとしてて困ります。そのノリで何年も待ちぼうけをさせられたらたまりません。何年って、何の話だよ。早く、帰ってきてくださいね。お兄様。広瀬。夢か。トア様、はい。大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。ああ、いいんです。食べたら手伝いますね。今日はトア様は休んでいてください。いや、そんな。いいから休んでおいたら。新規臭い顔でうろちょろされたらご飯がまずくなるって言ってるんだわ。ルー。呼び捨て？いや、ルーさん。気持ち悪いから呼び捨てでいいわ。シェリーの屋敷に住んでるんじゃなかったのか？何？私がここにいるとダメなわけ？そういうわけじゃ。だってあの屋敷、料理する人がいないんだもの。食べるものがないからこっち来てるの。自分でしたらいいんじゃないか？いや、そうか。不便が多くて困るわ。使用人を見つけないといけないわね。それまでは面倒だけど、ここに来て食べるわ。そうか。失礼します。ここ、相席構いませんか？もちろんです。では、失礼します。ああ、紅茶をお願いいたします。いいですね。ここの紅茶は一手間二手間とかかっていて、よそのものとは味わいが違う。朝だからこそ、僕は心に余裕が欲しいです。朝を優雅に過ごせたら、一日を優雅に過ごせる。そんな気持ちになるんです。そして朝を気持ちよく過ごすには、いい夢を見ることです。いい夢を見るためには、隠し事をしないことです。後ろめたさや罪の意識というものは、起きてる間は隠し通せても、夢の中でまで隠せるものではない。ね、永井永遠さん。あなたは。おいリロ、どこにいる？こっちですよ、グレンさん。よっクラス。うわっ！その顔見てどういう反応してんだ？殺す。おいリロ、何のんびりと茶してるんだ？お茶じゃないですよ、取り調べですって。これって取り調べだったんですか？ええ、そうですよ。おい小僧、お前ら何をしている？何って。先日学園で
鎧同士の抗争があった。貴族が忍び込んだとか言うが、結局押し入った族の正体は分かっている。勝手なことをしやがって。お前ら心当たりはないだろうな。いや、あるわけないじゃないですか。誰だっていいじゃない。あんたたちが野放しにしていた犯罪者が成敗されたんでしょ。どっかの親切な人の素性を追うより、自分たちの無力を恥じなさいよ。なんだこいつ、お前らの仲間か。はっ、口うるさいのが増えているぞ。何よ。とにかく何が目的でこの町に来たのか知らんが、おとなしくしてろよ。じゃあな。ああ、グレンさん。ここの食事、経費で落ちるんですよね。落ちねえよ。あれれ、もうお気づきだと思いますが、オート警察署のリロ・スレイヤーです。ああ、どうも。永井十和です。ズバリですが、セイレム学園の件、あなた方ですよね。いいんですよ。その気になればいくらでも調べられますが、こちらとしては誰でもいいんです。主であるシェリーさんがいないところでこんな話するのもあれですが、僕から提案があります。あなた方は自警団を設立してはどうでしょう。シェリーさんは幸いまだ貴族としての位は保持しています。条件を満たせば自警団の設立を認めてもらえるのではないですかね。自警団って。一部の貴族に与えられた治安維持活動の権利です。自警団として認められれば、自らの領地でなくても非常事態において鎧による治安維持活動が認められます。さらに活躍によっては報奨金や爵位など様々な特典もあるんですよ。それじゃ僕はこれで失礼します。どうも。美味しい紅茶でした。どうも。グレンさん、おう、どうだった？僕なりにアドバイスしておきました。アドバイスしてどうするんだよ。そういうことじゃなかったんですか？たく、あの小僧どう思う？あの少年ですか？彼にこだわりますね。無害そうな少年だと思いますが。知るかよ。クソどもは鎧鎧と騒ぎ立てる。まあ目立つからな。が実際鎧による被害なんてものは知れてるんだよ。その陰で人が人を手にかける凶悪事件が起き続けている。俺らの仕事はそっちだろ。そうですね。あの男トアとか言ったか。匂わないか。店で働き始めたのが例の事件が頻発し始めた時期と符合する。まあそうですね。偶然なんてものはありえねえ。奴が犯人じゃないにしてもそこには何らかの因果関係があるはずだ。少なくとも奴は何かを隠してる。それが気に入らねえ。まあ人間隠し事の一つや二つありますよ。警察がそれを言ったらおしまいだろうが、難癖でも何でもいい。奴をしょっぴいて尋問するぞ。ああ、尋問して奥歯ガタガタ言わせてそれにな、騎士団が動いているらしい。え？今は戦地のはずでは？帰ってくるにしても半月はかかるはずです。一人よこしたらしい。今の団長は鼻が利くからな。何かを察したんだろう。下手したらもうこっちに戻っているかもな。そうですか。盗賊ごときじゃ奴らは動かない。この町で何かが起ころうとしていると察しているのさ。英雄による王の暗殺、治安の悪化、ラインスタッド家に現れた謎の小僧。偶然じゃねえ。全部繋がってるんだよ。何か確証が？俺の勘だ。
自警団の設立ですか。確かにそれは必要かもしれませんね。なあ、自警団っていうのは。ご説明しましょう。マリスさん。本来オート内における鎧の武装は禁じられています。例外的に自らの敷地内における自衛行為などは認められていますが、自由に鎧による武装を認めれば反乱の種にもなりかねないということです。ただし自警団は別です。貴族は私兵を組織して王都にあだなす敵と戦う権利があるのです。自警団として認められれば治安維持として町での武装が認められることになるのです。まあだからといって好き勝手というわけにはいきませんが。でも以前盗賊団が街で暴れてても誰も。トアさん、それは。実際のところ貴族の自警団といっても率先して民のために働く者は少ないのです。王都には30を超える貴族の家があり、そのうち20が自警団を有しています。ですが実際にはほとんど機能していないのが実情ですね。皆名前だけの自警団だったり、自分の家を守るためだけにしか動かなかったりするのです。そんな。まあいいじゃない。他の奴らがやらないなら私たちがやるまでだわ。自警団としてのお墨付きをもらえたら暴れ放題ってことよね。いや、暴れ放題ってわけじゃないと思いますが。まあいいじゃない。こそこそやるより認めてもらって大っぴらに行こうじゃない。待ってください。どうしたの？それも重要なんですが、大事なことを忘れてませんか？トアさんが帰る方法を探さないと。あんたどこから来たんだっけ？どこからなんだろ自分がいた場所でしょ。う。どうやってここに来たかわからないんだ。駅で卵を見つけて気がついたらこの世界にいたんだ。つまり別の世界からやってきたと？トアさんの手に入れた鎧にそういう力が備わっているということですよね。おそらくは。興味深いわね。もっと専門的な人間に見てもらうしかないんじゃない？専門的な人間？私たちは鎧を使うことができますが、その仕組みや状態について専門的に見ることはできません。そういう知識を有している人を当たってみるといいかもしれませんね。それはどこに行けば会えるんだろう。さあ、まああんたのことは置いておいて、とりあえず自警団だわ。それはどこで申請すればいいわけ？駅から少し歩いたところにギルドがあります。そちらで相談してみてはいかがでしょう。ここがギルド。見ろよ、ラインスタッドの。何をしに来たんだ？しかも変な格好の従者を連れて。あんた言われてるわよ。俺のこと？あんたしかいないでしょ。ほんとだ、変なの2人も連れてるな。私も？あいつら殺す。待て。何かご用でしょうか？ラインスタッド家のシェリーです。自警団設立の申請をお願いしたいのですが。自警団だとよ。よく言えたもんだな。親父が何をしたのか分かっているのか、あいつ。責任者を呼んでまいります。お待ちくださいませ。やあ、お待たせ。はじめまして。俺はノイマン・ロビン。自警団の取りまとめをしている。おや、君はラインスタッドの、それに異国のお姫様までいらっしゃる。そして異世界からやってきたという少年とは。こうしてみるとすごい取り合わせだね、君たちは。よーく知ってるわね、こちらの事情を。ここには様々な情報が集まってくるんでね。それで今日は何の用かな？
ラインスタット家による自警団の設立を請願したくて伺いました。おお、またどうして？町では鎧による犯罪が多発しています。でも今の警察にはそれを取り締まる力が足りていません。そうだね。それはどうしてだろ貴族が鎧による治安活動の権限を独占しているからです。本来騎士団と自警団が事に当たらないといけない。けど騎士団は王宮の警備や遠征で治安活動まで手が回らない。そして貴族による自警団は、口だけは偉そうだけど、ほとんど実践経験もないお坊ちゃんお嬢ちゃんの集まりだからよ。自警団といっても、何かがあっても、自分の屋敷の警護を理由に引きこもってる奴らばかりじゃない。ちょっとルーさん。おい、さっきからお前ら好き勝手言ってるじゃねえか。事実でしょ。そもそもてめえの親父が王様を暗殺したせいで治安が乱れてるんだよ。まだ決まったわけじゃありません。容疑者の親父は逃げてるんだ。決まりだろうが。よくこんなところに顔を出せたな、恥知らずが。こいつ。う。やめないか。ここでは俺が責任者だ。彼女の話は俺が聞こう。ち。町のために働きたいんです。どうかお願いします。立派な心意気だね。だが正直難しいな。自警団による活動は王より許しを得た貴族の特権だ。ラインスタッド公爵としての君の家の位は保留状態にある。つまり君には自警団を結成する権利は存在しないと俺は考えるね。その名誉を挽回するための機会が欲しいのです。そうは言われてもね。そうだ、一つ仕事を頼まれてくれないかな。仕事って？ダウンエリアにある闘技場は知っているかい？行ったことはありませんが知っています。闘技場？何、そんなのあるの？そこにグラムハザーという男がいるんだ。グラムハザー。グラム。彼から一つもらってきてほしいものがある。もらってきてほしいものですか？クラリアスの卵だ。クラリアスの卵。そんなもの、私たちが行ったところで、はいどうぞってくれるわけ？そりゃ難しいだろうね。ただその卵はもともと彼が戦争で手に入れたものだ。所有権は国にある。何度か引き渡しを要求したんだが叶わなくてね。そこをなんとか交渉してもらえないかなと。そんなめちゃくちゃな。いいじゃない。そのグラムとやらから卵をぶんどってきたらいいってこと？いやいや、交渉をね。くれぐれもことを荒立てないでくれたまえよ。待ってください。グラムさんというのはもしかして。そう、かつて君の父親と一緒に戦い戦争を勝利に導いた英雄の一人、グラムハザー、シェリー・ラインスタッド。君が行けばあるいは話ぐらい聞いてくれるかもしれない。不死のグラムハザー。有名なのか？お父様の話では凄まじく腕が立つ生粋の格闘家だったと言います。で、どんなやつなの？会ったことあるの？それはありませんが、写真を見たことがありますが、なんていうか、すっごい強そうでした。ざっくりとした感想だわ。いかにもファイターって感じなわけね。ま、今じゃデブ親父になってたら笑えるけどね。じゃあ早速行きましょうか。ちょっと待ってよ。なんかやばいやつって感じがプンプンするんだけど、今日は情報収集に当てて明日行くってことでどう？私ちょっと用もあるし。もちろん大丈夫ですよ。
グラムハザー様ですか？存じてますよ。私は面識はありませんが、シェリーお嬢様は一度くらいお会いしたことがあるでしょうね。そうなんですか。だいぶ小さかったでしょうし、覚えていらっしゃらないでしょうけど、ウェイン様のご友人ですので、オスカー様よりは交流があったみたいですね。お互い武闘派ということで、気の合うところもあったんでしょう。へえ。グラムさんは、今は5年ほど前に退役されてからは、あまりいい噂は聞きませんね。荒くれ者を率いて、武器の売買など、非合法な商売を取り仕切っていると言います。それで、今度はグラム様と事を構える気ですか？そういうわけじゃないと思いますが。グラム様は、ウェイン様やオスカー様よりずっと長く第一線で戦ってきました。今でも、現役とさほど変わりません。それに、武闘派に見えて、王都の荒くれ者をまとめつつ、王宮に多額の賄賂を送り、便宜を図らせるなどの頭脳派の一面もあります。相当な強敵と思った方がいいですよ。そうなんですか。いや、戦うわけじゃないですけどね。だといいですが。おい、あんちゃん。何か探し物か？まだそういう店が開くには早いぜ。お天道様が沈んでからのお楽しみにしとけよ。ええ。すいません。グラムさんって知っていますか？グラムって知ってるも何も。お前みたいなお坊ちゃんが物騒なことに首突っ込んでんじゃないだろうな。いや、俺、遠くから来たもので、働き口を探していたら、ある人に、グラムさんって人に紹介してもらえって言われたもので。なるほどね。この辺の店も奴の息がかかったところが結構あるぜ。裏社会のドンといったところだな。働き口をってことだがおすすめしないな。奴の口利きで紹介される仕事なんざ見入りが良くても危険なものばかりだ。もっとまっとうな仕事を探すんだな。俺が紹介してやれなくて悪いが。どうも、わかりました。串焼き一つください。はいよ。つかぬことを伺いたいんですが、なんだい？グラムハザーって知っていますか？なに？お前、なんですか？グラムの差し金か。いくら来たってみかじめ料なんて払わんぞ。違います。じゃあなんだ？お前、グラムのなんだって言うんだ？いや、俺、探偵なんです。探偵だ？なんか怪しいが。まあいいや。奴の息がかかったゴロつきがたまに来るんだよ。ここで平和に店をやりたかったら、払うものを払ってもらおうかって。俺はそんなもん断固払わねえ。ただよ、奴らその気になれば自前のプレタポルテで暴れやがるからな。警察もそうそう手が出せないんだよ。ったく情けねえ。そうなんですか。お前。俺ですか？その首に下げてるやつ。これ？クラリアスと契約しているんだろう？だったら闘技会に出てみろよ。闘技会？男なら自分の力を試してみたいと思わないかなあ。すいません。俺の一存では何とも。
まあいいや。そこの兄ちゃんどうだい？闘技会に出てみないか？クラリアスと契約してなくても高性能のプレタポルテを用意してやるぞ。腕っぷしさえあればチャンスをつかめるぜ。悩んでいるな、少年。え、鎧？心配するな、少年よ。何も戦おうというわけじゃない。誰ですか？我が輩はランスロット。少年よ、このような森で一人何をうつむいて歩いている？いや、悩んでいるのだな。俺は。何も言わずともいい。我が輩が少年の悩み当ててやろう。女の子に振られたのだな。いや、違います。何？雨が降って地面がぬかるんでるなって下を見ていたんです。水たまりを踏まないように。紛らわしい。いい若い者が下を見て歩くな。若い者が下を見て歩いていいのは女に振られた時だけだ。これでは颯爽と出てきた我が輩がバカみたいじゃないか。あなたは一体？少年の相談にでも乗ろうと出てきたのだ。何かないのか？若ければいろいろ悩みは尽きないだろう。そう言われたらそりゃ悩みはありますけど、強くなりたいです。ほう、いい悩みだ。強くなりたいということは今の少年は強くはないのだな。はい、強くありません。ふむ、ならば試してやろう。参るぞ。武装しろ。少年はクラリアスの契約者であろう。ちょっと待ってください。そんないきなり。さっき別に戦うつもりはないって。行くぞ。我が輩は流浪の鎧乗りランスロット。うわー！負けるわけにはいかないな。我が輩は流浪の鎧乗りランスロット。いざ参る。見えた！飛べ！飛べ！見えた！飛べ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 ！見えた！飛べ！もらってしまった。飛べ！飛べ！
我が輩の技を受けきれるかな。これはどうだ。いいのをもらってしまった。よし、成長を感じる。やったぞ。しまった、武装が。猫？何かな。我が輩の姿に何か問題が。いや、だって猫が喋っている。着ぐるみ？いい方の少年よ。君には馴染みがないかもしれないが、こっちでは普通のことだぞ。そうなんですか？街中で見たことないんですが。ちょっと珍しいが普通のことだ。1年に1回あるかないかぐらいの。じゃあその1回が今。まさに。少年、我が輩のことは秘密にしてもらえるか。いいですけど、なんでですか？喋る猫など珍しいだろう。いろいろと見物に来られても困る。さっき普通のことだって。だから1年に1回ぐらい程度には珍しいから。君だって1年に1回ぐらいしか見られないものがあるぜって言われたら見に行きたくなるだろう。なるほど、そうかもしれませんね。少年よ、君の力量見せてもらったぞ。今でも十分に強い。そして強くなる素質も十分にある。このまま戦い続ければいずれ誰よりも強くなるかもしれない。しかしそれが少年が求める強さとは限らないがな。強くなりたいならそもそも強さとは何か、己の中にしかと見出すことぞ。強さとは何か見出す。ではまた会おう。なんだったんだ。ではグラムさんのところへ出発しましょう。グラムさんがいるのはここからずっと南に下っていったあたりですね。あの辺か。ルーは知ってるのか？ちょっとは。こことはだいぶ様子が違うわよ。様子が違うって？私は行ったことがありません。でしょうね。あんたみたいな子には用のない場所だわ。なるほど。ここからだとちょっと遠いのよね。なあ、駅から汽車とか出てたりしないのか？あれはもっと遠く。オートの外に行くもので街中を走ってるわけじゃないから。そうだったのか。じゃあ歩いて行くしかない。そうだ、グオッポに乗っていきましょう。ああ、いいわね。グオッポってあのトカゲみたいな。そうよ。見ての通りこの街って起伏が激しいから、長い距離を移動するときはグオッポの俊敏さが役立つのよね。へえ。
あ、痛い。あんた下手くそね。初めて乗るんだから当たり前だろ。うわ、痛い。ちょっとコツがいるんですよ。少し強すぎるかなというぐらい手綱を引いていてください。そうなのか。じゃあ行くわよ。おい、待ってくれ。父さんうまいですね。こっちも負けてられないわ。到着です。ありがとう。で、闘技場はどこかしら？聞いてみましょうか。あちらの紳士に。どこが紳士なのよ。妙なところで度胸あるわね。すいません。なんだ。闘技場がどこにあるか知りませんか？あんなところに何の用だ。グラムハザーに会いに行くのよ。なんだと？お前ら、奴に何の用だ。ちょっとした仕事よ。悪いことは言わん。関わるな。ろくなことがないぞ。何ですか？ろくなことがないって。とにかく、やめておけ。でも、どうしても会わないといけないんです。しょうがねえな。闘技場は、こっから東にしばらく歩いたところだ。この辺は道が入り組んでいるが、でかい建物だから、もう少し歩けば見えてくるだろう。ありがとうございます。ねえ、闘技場で何が行われてるの？荒くれ者どもを戦わせて、賭場にしているんだよ。やへえ、こんなところがあったのね。なんだか腕が鳴るわ。ルーさん、目的を忘れないでください。わかってるわよ。で、どこかしら？そのグラムってやつは。ここにいるのよね。あんた知ってるんでしょ？写真で。単発で、いかにもファイターという感じの。すごいたくさんいますね。そうね。このどっかにいるなら呼びかけてみたらいいかもな。なるほど。じゃ、どうぞ。俺がグラムさんに呼びかけるの？グラムさーん！ちょっと、いきなり何？いや、広いし、このくらい声張り上げないと。すごい睨まれてますね。おいお前、どういうつもりだ。頭の名前を大声で。いや、ガキが来るところじゃないぞ。構わん。どうせ。頭がお呼びだ。こっちへ来い。ラインスタッドの娘か。父をご存知なんですね。当然だ。昔の同僚だからな。
こんなところに何の用だ？自警団を取りまとめているノイマンさんからあなたに会ってくるようにと言われました。あなたが持っているクラリアスについて取引をしたいとのことです。ああ、あのことか。俺が応じないのにしびれを切らせてこんなガキを送り込んでくるとはな。お前の父のことは聞いている。王を殺して逃げているとか。疑いだけです。あんたは何か知らない？旧友でしょ？おい、口の利き方に気をつけろよ。知らんな。奴とは旧友というほどの仲じゃない。ただ同じ部隊にいただけだ。で、俺が持っている卵が欲しいとか。ありがとうございます。誰もくれてやるとは言っていない。すいません。悪いが、こいつは今度の大会の大事な商品になっていてな。大会？鎧が欲しいなら実力で勝ち取るがいい。どういうこと？今からあんたから奪えと？てめえ、いい加減に。血の気の多い女だな。まあ落ち着け。来週ここで闘志を集めて盛大な大会を行う。この鎧はその大会の優勝商品になっている。見たところお前たちも腕に覚えがあるようじゃないか。だったら参加して勝ち取ってみろ。グラムさん、いい人でしたね。あんたバカ？だって、いきなり尋ねたのに、あんなに前向きに聞いてくれて、もっと怖い人と思っていました。あんた利用されてるのよ。利用？いい？奴は実業家として大会を盛り上げたいの。そこで今話題のラインスタッドの娘が参加するとなれば、どうなる？頑張る。あんたのやる気はどうでもいい。話題になって客が集まるってことよ。当日あんたが参加したら、それは威勢のいい罵声が浴びせられるでしょうね。大会も大盛り上がり。主催者としてはウハウハね。なるほど。でも、そういうことでしたら、私は構いませんよ。大会の力になれるのでしたら。まあ、あんたがいいならいいけど。グラムハザー。戦争後に引退されたウェイン様やオスカー様と違って、その後も各地を転戦しながら武功を重ねています。その後は、どんな爵位も望むままだったのでしょうけど、すべてを辞退して実業家に収まっています。今は闘技場で賭博を仕切って、莫大な富を得ています。他にも武器の密売など、イリーガルな事業に手を染めているようですね。国のお偉方には、彼の世話になった人物も多く、警察でもそうそう手が出せないようです。あの姿は何なんだろ噂ですが、彼はもう本当の肉体を失っているとか、長い戦いの中で鎧を解くことができなくなったのだと言います。鎧は物理的にただまとっているものではありません。魔術を媒介にして心と鎧がつながっています。それがより密接になれば、鎧が肉体を凌駕することもあるのです。それがグラムハザー、不死の男と言われています。う。マリスさん、よく知ってますね。メイドのネットワークを甘く見ない方がいいですよ。家政婦は見ているのです。そうですか。
あれは、ルー？おう、といいところに来たわ。ちょっと買い物があるの手伝ってくれない？いいけど。ありがとう。アイスぐらいおごってあげるから。俺は子供か。で、何を買いに来たんだ？私好みの家具がないかなーって探してるのよ。で、運ぶの大変でしょ？手伝って。どんな家具を買うのか知らないが、タンスとか買われても俺は運べないぞ。男の子でしょ？そのくらい頑張ってよ。無茶を言うな。姿見がね、割れてて使い物にならないのよ。盗賊が根城にしてる時に壊したんでしょうね。あるいは元からか知らないけど。ベルフレア家の人間たるもの、日頃の身だしなみも整えておかないとね。じゃあ、鏡を買いに来たんだ。そうよ。大体候補は決まってるんだけど、どれにしようか悩んでいて。あんたどれがいいと思う？え？この3つなんだけど。これか。だいぶ方向性が違うんだな。まああの屋敷にはこういうのが合うわね。良さそうだよな。悪くないセンスね。退去するとき持って帰るの面倒だし、この辺かな。いいと思うよ。それじゃあお願い。いいけどな。冗談よ。交代交代で持ちながら帰りましょう。ああ、いいぞ。おう、父さん。あれ？今日は定休日じゃなかったか？実は新メニューに挑戦していまして。そうだ、父さん、ちょっと試食してみていただけますか？いいけど、これは。肉野菜混ぜっこです。なるほど。どうでしょう。正直なところを聞かせてください。うん。ちょっと薄いかもしれないな。少し胡椒を足した方がいいかな。胡椒ですか。どのくらい足しましょう？これくらいか？これは美味しいです。格段に良くなりました。うん。こっちの方がいい気がする。ありがとうございます。参考になりました。また意見聞かせてくださいね。ああ。
お疲れ様。お、父さん。まめに掃除してるよな。ええ。お父様は綺麗好きで、基本使用人の方の仕事に口出ししなかったのですが、部屋の汚れとか整理整頓はとても気にしていました。だから、いつ戻ってもいいように、私も掃除しておこうと。これ、かっこいいよな。何がですか？紋章だよ。いろんな場所に貼ってあって。かっこいいですよね。猫さんの紋章、お気に入りなんです。でも、なんで猫なんだろそこに興味がそそられましたか？う。うん。いいでしょう。教えて差し上げましおう。ラインスタッド家の始まりは、今から300年ほど遡るそうです。ある領主に仕えるハリー・ラインスタッドは、神のお告げにより、荒れ地だったラインスタッド地方を開墾して町を作ったといいます。ラインスタッドっていう土地、それは今でもあるの？ええ、ありますよ。100年前のお触れで、領主はできるだけ王都に屋敷を構えて滞在することになりましたから、暮らしてはいませんが、今でも代理の人が管理しています。そこからの収入がラインスタッド家の主な財源なんですが、今は爵位を保留ということで収入も途絶えているんです。そっか。その神様が猫の姿を借りて現れたということで、ラインスタッドは猫の紋章なんです。へえ、そうなんだ。本当かどうかはわかりませんけどね。貴族の家はだいたいそういう家の創立にまつわるお話と紋章がセットになってるんですよ。お父様に何度も聞かされたので嫌でも覚えているんです。猫には9つ命があるって言ってました。へえ。不死身みたいなものなんですね。不死身ってわけじゃないけど、しぶといってことなのかな？そうですね。だったらお父様も案外元気にやってるかもしれませんね。うん、きっとそうだよ。よーし、では掃除の続きをしますね。手伝うよ。すみません。じゃあお願いします。おう。あれ、ルー。ああ、トア、いたの？それって。見ての通りよ。ミルクだけど。なあ、このミルク、どこから調達してるんだ？店からでしょ？その店はどこから？牧場じゃないの？やっぱり、牛から絞ってるのかな？牛って何？いや、俺の世界では牛っていう動物からミルクは絞られるんだ。名前が違うだけで実物は牛みたいなものかもしれないな。猫だっているんだから同じ動物がいてもおかしくない。牛？
違うわ。このミルクはバルザックの涙なのよ。バルザック。それは、なんだ？動物だよな。というか、涙？まあ、そうね。足が8本あって、顔はカタツムリみたいかな。手は3本あるわ。そうか。なんか説明だけ聞くと、えらいグロテスクな生き物だな。その生き物の涙が、これか。そう？まあ、ミルクは美味しいんだし、いいじゃない。あんたも飲んでみる？ええいや、俺は。いいから飲みなさいよ。やめてくれ。バルザックの涙なんて飲みたくない。どうしたんですか？シェリー、ルーから聞いたんだけど、こっちの世界ではミルクはバルザックの目からこぼれる涙を集めてるんだな。バルザックって何ですか？涙？これだよ、これ。これがバルザックの涙。驚きだよな。トアさん、バルザックってそもそも何ですか？ああ。おい、ルー。おかしい。ったく。よう。あんたは。次会ったら問答無用で奪うと言ったな。妙竹林な機械だ。返せ。俺様はお前から奪った。お前も奪ってみろ。分かった。そうしよう。一丁前に構えを取るか。俺様とやり合うか、おい。面白いじゃねえか。おい。お前。ああ。それは大事なものなんだ。悪いが俺様は人の大事なものを奪うのが趣味なんだよ。めちゃくちゃ言うな。ほら。まあいいだろう。久しぶりにちょっと楽しめたぞ。礼に今日のところはこいつを返してやる。じゃあな。何なんだあの人。私たちの3人の誰かがその闘技会で勝ち抜けば卵が手に入るわけですね。楽勝。あんな大会に出場するのはどうせその辺のゴロつきでしょ。だったら勝機はあるわね。3人ともなかなかの鎧乗りだもんね。そうなのか？そうなのかって、あんた一度は私に勝ってるじゃない。偶然とはいえね。いや、俺はわけがわからないまま戦ってるだけだから、
自分が強いのかどうかよく分かってない。何それ。あんた自身がわけわからないわ。そもそも、あんたはどういう経緯であの鎧を手に入れたのよ。ささあいい？クラリアスの卵っていうのは本来、そうそう手に入らなければ契約できるようなものでもないの。あ、そうなのか？卵を宿した後は、それを使いこなすのに長い時間、苦痛に耐えなければならない。そういうものなのか？私もそうでしたよ。私が卵と契約した時には、1ヶ月ぐらいは微熱が続きました。微熱で済んだの？はい。長い間、ずっと熱っぽかったです。言えない。私の場合、昏睡状態で、ほとんど意識失っていたなんて。それがあんたは、何もなかったみたいじゃない？いや、どうなんだろう。何かはあったのかも。とにかくドタバタしていたから。あんた、もしかしてとんでもないやつなのかしら。そうかな。なわけがないわよね。これ見てよ。何をする？何もしないわよ。私が武装してる時も同じような斧を構えているでしょ？確かにそうだ。同じ武器。いや、大きさが違うよな。武装時の形態や武器には操縦者の精神が強く反映されるわ。卵を宿した者がどんな鎧をまとうかは、もちろん卵本来の性質もあるけど、使い手の心のあり方も関わってくるわ。そして鎧をまとった時に扱えるのは普段使っている武器なわけ。そしてその熟練度はそのまま武装した時の戦力に反映される。だから私やシェリーも普段から武器を扱っているわ。トワさんは素手なんですね。みたいだな。俺の世界じゃ武器なんてそうそう持たないしな。素手の喧嘩をしてきたってこと？いや、そんなんしたことないよ。そんなってことは少しはあるのね。まあ、少しなら。よし。やあ、君は、一人かい？どうかしたの？ノイマンさんに相談がありまして。俺に？何かな？元の世界に帰る方法か。君は君にとっての本来の世界で、セントラルターミナルとよく似た場所で卵を見つけたんだよね。はい。それがいきなり割れて、気がついたらこっちにいて。そうか。順当に考えれば、君はその時に卵と契約をした。そしてその力によって別の世界にやってきたということになるだろう。卵の力によって。だとしたら、帰る方法は同じようにその卵の力を使うことかもしれない。卵の力を使う。そうは言われても。わからないだろうね。だから、戦うことさ。戦って、より君が契約したその卵について知ることだ。そうしたら、いつか無意識に使ったその力にたどり着くかもしれない。いつか。とはいえ、今すぐにでも帰りたいよね。まあ、そうですね。一つ提案がある。もうすぐ満月の夜を迎える。そして君は満月の夜に満月の儀を行うんだ。満月の儀ですか？ああ。満月の夜に月の光のよく差し込む場所である魔法陣を描くのさ。そこで君はクラリアスを身にまとうんだ。月は魔力を増幅させる。君の鎧に眠る魔力も引き出すことができるかもしれない。
俺が引き出しきれていない力。何かが起こるかもしれない。起こらないかもしれないけど、やってみる価値ぐらいはあるかもしれないね。ありがとうございます。確かにやってみる価値はあるかもしれません。やってみたいです。ではまずはその夜を待とう。その時は俺も協力しよう。ありがとうございます。長いとはか。おい。おい、お前。俺？お前だよ、小僧。この前、ギルドで会ったな。お前、よその国から来ただろ。なんでラインスタッド家にいる？いや、それが色々あって。まあいいや。ちょっと相談があるんだ。お前が世話になってるラインスタッドは極悪非道の犯罪者の家だ。証拠がなくて取り潰しにはなっていないが、奴らがやった。確かお前、こっそりとその証拠を探し出してくれないか。もしかしたら奴の親父はあの女がどこかにかくまっているかもしれない。礼は弾むぞ。そんなの無理です。それに俺にはシェリーや彼女のお父さんがそんなことをする人たちには思えません。お前に何がわかる？あんたらにだって何がわかるんですか。彼女がどれだけ必死に頑張っているか、どれだけ理不尽な思いを受けたか、好き勝手言うな。なめやがって。こいつをボロ雑巾にしてラインスタッドに送り届けてやろうぜ。奴らがしたことを考えればそれくらいな。そうだな。失礼する。なんだ女。その少年が何かしたのか？多勢に無勢というのは感心しないな。お前には関係ないことだ。消えろ。消えろと言われてもな。見過ごせない。さっさと帰らなかったのを後悔しろ女。峰打ちだ。ああ、長井とわです。ありがとうございます。ああ、大丈夫か？おかげさまで。ならよかった。では私はこれで。待ってください。何かお礼を。気にしないでくれ。私はただ。大丈夫ですか、峰内さん。大丈夫だ。峰打ちだから。いえ、でも大丈夫そうではないですよ。いや、ちゃんと峰打ちだから、そのうち目を覚ますだろう。大丈夫。でも大丈夫には見えない。あのような者たちを心配して優しいのだな。なんか顔が青いですよ。ああ、私のことか。大丈夫だ、このくらい。君は優しいのだな。いえ、もしかしてどこか怪我でも？いや、
恥ずかしいのだが、よかったら何か食べ物を恵んで。お腹が空いてしまった。すまぬ。おかわりをお願いできるだろうか。どうぞ。かたじけない。いえ、こちらこそ助けてもらって。あれ、誰？俺が危ないところを助けてもらったんだ。こちらは峰内さん。峰内さん、すごい食べっぷりですね。おかわりお願いしていいだろうか。どうぞ。かたじけない。ここの店主は私です。礼を言う。数日前から何も食べていなかったもので、それで実は手持ちがないのだ。当てはある。少し待っていただくことはできるだろうか。いりません。トワさんを助けていただいたとか。トワさんは私の恩人ですから。その恩人も私の恩人みたいなものです。そうかな。そういうものか。そうか。すまない。とはいえ、あの程度のことでここまでごちそうになるわけにはいかない。私の名は立花八雲。峰内さんじゃ。峰内？あれ？そちらのご令嬢、シェリー・ラインスタッドと申します。シェリー殿。はい。シェリー殿？この借りはきっと返しに来る。今はごめん。変わった人で、変わった格好ね。雰囲気がトワさんに似てますが、同郷の方でしょうか？どうなんだろう。ということで、明日は大会だわ。優勝すれば、ノイマンさんが言っていた卵が手に入るんですね。そしたら、自警団として認めてもらえるかもしれないんですね。そしたら、暴れ放題ってわけね。大会ですが、鎧をまといトーナメント式で行われるそうですね。へえ、個人戦ってことは味方同士で戦うこともあるのね。じゃあ作戦を立てておきましょうか。作戦？例えばこの中の3人が当たった時を変に削り合いするよりは、どちらかを楽に勝たせて次につなげた方がいいでしょ。どちらが譲るか決めておくのよ。ついでに言うと、八百長と思われないような自然な譲り方をね。ただ言っておくけど、私は勝ちを譲る気はないから。私も勝ちます。ラインスタッド家の名誉を挽回するチャンスです。負けられません。あんたは悪い。勝負事では俺は負けられないんだ。だから譲れない。そう解散。八雲さん。おお、とわじゃないか。どうも。シェリー殿、先日は世話になった。いえいえ。ここにいるということは、もしかして闘技会に？はい。八雲さんも？ああ。なんでこんな物騒な大会に？賞金が手に入れば食べ放題だしな。うまくいけば触覚として雇ってもらえるかもしれない。ここの元締めは
腕の立つものをどんどん集めているみたいだしな。そうなんですね。そしたら美味しいものが食べ放題だろ。それはどうでしょう。そういえば、あなたはどうしてこの国に？ずいぶん遠くから来たらしいけど。剣の修行をしながら諸国を流浪しているうちにたどり着いただけだ。これという理由はないさ。そうなの。では私は失礼する。ブーンを祈る。嘘ね。嘘ですか？ブーン祈ってくれないのでしょうか？いや、そこじゃなくて、流浪の剣士なんかじゃないわ。あの品位のある所作、かなり仕込まれている。元はどっかのお姫様か何かじゃないの？どうしてこんなところで浪人しているのかは知らないけど。闘技会に参加したいだって？ガキが遊びに来るところじゃないぞ。あんたのところのボスに言われて参加しに来たのよ。ああ？名前は？ラインスタッドのシェリーです。なんだと？確かに登録されているな。ひゅー、こいつはとんだ悪党がやってきたな。大殺しのラインスタッドの娘か。せいぜい派手にやられてくれ。さて、簡単にルールだけ説明しておこう。開始後にお互い鎧に武装して戦ってもらう。相手を戦闘不能まで追い込んだ時点で勝ちだ。鎧は契約済みのクラリアスでもいいし、必要ならこちらからプレタポルテの卵を提供しよう。どんな鎧が宿っているかは知らんがな。必要ないわ。ここにいる3人は3人ともクラリアスの卵と契約済みよ。はあ、そりゃ大したもんだ。人は見かけによらないな。それじゃあ最後に、死んでもこちらは責任持たないからな。せいぜい自分の身は自分で守るんだね。これがトーナメント表なんですね。あ、父さん最初みたいですね。うわ、ほんとだ。しばらく観戦してどういうものか確認したかったのに。さて皆様ご注目。主催は我らが英雄グラムハザ人気あるんですね、グラムさん。荒くれ者にとってはカリスマみたいなものなのかもね。さて今回の参加者も粒揃い精鋭揃いです。なんといっても注目はかの竜殺し、いや今では大殺しとして霊性もお名も欲しいままにしているラインスタッドの一人娘、シェリー・ラインスタッド。どうも頑張ります。シェリーみたいなのを期待したんですが。あるわけないでしょ。長い塔はいるか？はい。出番だ。降りてこい。頑張ってください、父さん。死ぬんじゃないわよ。ああ。いきなりの優勝候補の登場です。俺が優勝候補？優勝候補ボンド様だ。お前ら盛り上がれ。対するのはラインスタッド家の食客長井とは。サモンドラゴン。グラリアスだと？どうせ金に物言わせた貴族の小僧だろ。俺様が本当の強さを教えてやるぜ。
なんだか自信出てきた。やったぞ。負けるわけにはいかないな。なんで俺こんな大会に出てるんだろう。ほらほら、優勝候補ボンド様の実力、とくと見ろ。強そうだ。簡単には殺さないぞ。観客を盛り上げるために残虐ショーで楽しませてやる。俺殺されるのか。仕方ないのか。ほら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 。勝者なんとか勝ったよ。さすがです父さん。お疲れさん。てか、相手が弱かったのよ。あれが優勝候補ってんじゃ、やっぱり私たちの誰かが簡単に優勝。何？次の試合がもう終わったみたいです。終わったって、さっき開始の合図があったばかりじゃない。一瞬だったぞ。今のなんだ、めちゃくちゃな速さだったな。勝者バロンだ。勝者バロン。あったのは女の子みたいですね。何かコメントをどうぞ。次の出番が来たら呼んでくれ。勝者レフェリーラインスタット。ありがとうございました。試合中からものすごいブーイングだったわね。慣れました。お父様が容疑者として逃げてるのも事実ですから、しょうがないです。でも見る限り、もともとあんたの父親は嫌われてるらしいわね、コロツキどもに。そうなんですか？そこらで情報収集してたんだけど、この辺の悪党ってグラムこそ英雄だって信仰しているやつが多いのよ。だから妙にあんたの父親をライバル視しているというか。その娘のシェリーにも風当たりが強いのか。ほほほ。どこまで行っても父の影響が。懐かしいな。お頭、あれはウェインラインスタッドの剣筋だ。奴に仕込まれているとすると強いぞ、あの女。ウェインという男はそれほどだったのですか？ああ、俺が知っている中じゃ一番強い男だ。とはいえお頭にはかなわないでしょう。奴は俺より数段強かったさ。まあ娘がどうかは知らんがな。ルーベルフレア、出番だ、降りてこい。待ってました。やっと私の出番ってわけね。うずうずしていたわ。行ってくるわ。さて、どんな奴が相手なのかしら。僕です。よろしくお願いします。ええ、
お姉さん、強いね。見ればわかる。そしてまだまだ強くなる。できたら、その時に戦いたかったよ。あんたは、ゲルニカ家当主、アルベルト・ゲルニカ。ゲルニカ家、貴族。では、下で会おうね。不気味なやつ。あいつは、危険だ。何なの？わからないけど、俺の本能が告げている。ルー、死ぬなよ。勝者ルーベルフレ何が危険な感じがするよ。めちゃ雑魚だったじゃない。俺が読んでる漫画だと、大体ああいうのが危険なんだよ。あんたの本能って、本の知識なの？本から得た知能をだけに、本能、なんちゃって。ヤクモさんです。彼女の鎧はプレタポルテのようですね。対して相手はなんかゴージャスというか、金がかかってそうな鎧だわ。貧乏人どものしょぼくれた鎧ばかりであくびが出るぜ。俺がゴージャスな鎧でゴージャスな戦いを見せてやる。この戦い、ヤクモさんの分が悪いわね。ヤクモさん、相当腕が立ちますよ。かもしれないけどね。ヤクモさんがいくら生身で腕が立つと言っても、鎧の性能の差はそうそうひっくり返せないわ。バカな。おー、すごい。俺様のゴージャスライナーがこんなボロい鎧に。勝者立花ヤバカな。クモ。いい勝負ができた。ありがとう。ふざけるな。俺がお前みたいなやつにふざけやがって。やり直しだ。やり直しを要求する。誰に何を要求するって？俺の島で勝手な真似は許さんぞ。マヒアメ、お前なんかパパに言って。グンバム見事だ。引き続きいい戦いを期待しているぞ。どうも。俺、次の試合の前にトイレ行ってくる。いちいち言わなくていいから、行ってきなよ。ああ。あのとはとかいうガキ、町であったら容赦しねえ。ぶっ殺してやる。失礼しまーす。計画通り進んでいるとはいえ、乗り慣れないプレタポルテだと疲れるな。何より、闘技場の中が蒸し暑くてかなわん。一試合するだけで汗だくだ。まったく。あ。ごめん。なんで
あんなところで。小僧、ぶっ殺す。あの小僧、今度会ったら絶対にああで、お前はすいません、違うんです。いや、トワさんじゃないですか。トイレですか？手伝いましょうか？嫌です。そうっすか。じゃあ俺はこれで。さて、トワさん、よろしくお願いします。うん。私、一度はトワさんに負けてますね。そうだっけ？お会いした夜、ああ、そうだったな。今度は私はトワさんに勝ちます。でも悪いけど、勝負事にはこだわるたちなんだ。そう。はい。引っ込めな、イサット。この犯罪者の娘が。小僧、女だから手容赦するなよ。ボコボコにしてやれ。やりづらそうだな、シェリー。慣れました。とはいえ頑張ります。負けませんよ、トワさん。おう。負けるわけにはいかないな。行きます、トワさん。こっちも本気で行くぞ。や飛べ。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 負けません。飛べ。せいや、飛べ。痛い。飛べ。飛べ。負けません。飛べ。これから飛べ。飛べ。負けません。飛べ。負けません。力不足のなんかごめんよ。トワさんは人気があるんですね。羨ましいです。俺が人気あるんじゃなくて、シェリーが目の敵にされてただけだと思うぞ。そうかもしれません。とほほ。トワさんはやっぱり強いですね。これで私2連敗です。たまたまだよ。私もっと強くならないと。トワさんにいつまでも頼っているわけにはいきませんから。シェリー、出てきたわ、さっきの女。1回戦で秒殺した人だよな。おい、出たぜ。優勝候補のハロルドだ。優勝候補多くないですか？
まあそういう風に呼んだ方が盛り上がるってのもあるのかも。でも確かにあいつも1回戦では圧倒的だったわ。じゃあいい試合が見られるかもしれないわけですね。あれまた一緒。なんなのあいつ、めちゃくちゃ。できたら決勝まで当たりたくないな。いや、トーナメント表見た？次あれと当たるのあんたよ。マジで？で、その次に当たるのは私ってことね。俺負けるの前提なのか？正直あんたよりあっちと当たりたいわ。というわけで、さーて行ってくるかしら。勝者ルーベルフレア。ざっとこんなもんよ。次はヤクモさんの戦いが始まりましたよ。相手は今度もクラリアスの契約者です。強そう。そうね。でも推してるのはヤクモさんみたい。やっぱりうまいわ。鎧の性能では圧倒的に劣るのに技術だけで翻弄している。何者なのあの人。勝者橘ヤクモ。お見事。ありがとう。次はあんたと私が準決勝で当たるわね。楽しみだわ。こちらこそ。でもなかなかそうはいかないかもしれないぞ。進むほど相手も強くなるからな。けど手合わせができたら嬉しい。なんかかっこいい人だわ。さあ、とうとう4強が揃いました。軽食屋で働く謎の少年永井とは。今日はお前たちを料理してやるぜ。言ってない。そんなこと言ってない。ここまで圧倒的な強さで一瞬で戦いを終わらせてきたこれまた謎の戦士バロン。なんとジールからやってきた留学生ルーベルフレア。新たな戦争の勃発か。そして異国の風情を漂わせる美女橘ヤクモ。いつもとは違って華やかでいいですね。その中で逆光一変謎の少年永井十和氏にも注目が集まります。どうぞ男の意地を見せてやれ。やるじゃないか。アリッチと呼ばせてくれ。唯一の男性ということで謎の人気も出ているようですよ。嬉しいような嬉しくないような。じゃあ行ってくるよ。あんたの相手のバロンって女、ここまで一瞬で決めてるわ。見たところ一番厄介な相手かもしれないわね。次で当たる私のために負けるとしても少しぐらい粘りなさいよね。はいはい。もう決勝行くつもりなんだな。ヤクモさんに勝って。当たり前よ。それでは行きましょう。準決勝第1戦永井十和 vs バロンでは永井十和さん意気込みを。頑張ります。バロンさんからも一言お願いします。それではファイ。お願いします。お前どこかで会ったことがあるか。いやないと思うけど。そうか。無駄な抵抗はしないことだ。そうしたら一瞬で終わらせてやる。そういうわけにはいかない。シェリーのためにも俺は勝たなければならない。そうか。私にはどうでもいいことだ。負けるわけにはいかないな。くだらん。早く片付けてグラリアスの卵を手に入れる。あの人今までの相手と雰囲気がまるで違う。気をつけろ。行くぞ。
貫け。飛べ。飛べ。飛べ。競り負けた。飛べ。飛べ。飛べ。いいぞ。こいつ何者だ。すごい。父さんが押してる。こいつ、やるじゃない。観客も、予想以上のレベルの高い戦いに見入ってるようだな。こんなポンコツでは限界があるか。やはりお前知っているぞ。え？そうだ、思い出したぞ。さっき茂みで私が着替えている時に裏地者が覗いて逃げていったが。あの時の。やはりお前だったのか。ごめん。殺せ。何この力は。まぶしい。何が起こった。裸？え？これは。お前一体何を私にした？いや、知らないですって。俺はただ、なんか、一生懸命私を脱がしたと。違う。この演出者め。いや、違うんだ。俺はただ、さっき着替えていたのを思い出して、そしたら。そこで欲望に火がついたのか。いや、そういうことじゃなくて。殺す絶対に殺す。そうは言っても、とても動けないよな。殺せ。いっそ私を殺せ。これ。さらに私を恥ずかしめるか。おお、やるじゃないか僕。生意気な女をぶっぱたかにして解散させるとは。さすがの俺もここまではできねえと。可愛い顔してやつとんでもない変態であり、どうなってるんでしょう。そう。審議の結果ですが、両者とも失格。そりゃないだろう。おい、もうダメだぞ。これはあくまで鎧による戦いです。このようなエッチな方法で相手を恥ずかしめて勝つのは認められません。いや、そんなつもりじゃ。ふざけるなよおい。どんな方法でも勝ちゃいいだろうが。そうだそうだ、変態ゲス野郎だっていいじゃねえか。
トアの勝ちにしろ。変態ゲス野郎って。うるせえ！ルールはルールだ。文句があるやつは下に降りてこい。俺がエキシビションマッチの相手をしてやる。ご説明します。A ブロックの準決勝が失格により、両者とも敗北となりました。そのため、これより行われるルーベルフレア城と立花八雲城の戦いが決勝戦となります。ちょっと残念だけど、話が早くていいわ。これで勝てばミッションクリアということね。じゃあ出し惜しみせずに全部ぶつけるわ。覚悟はいいかしら。ああ、こちらも全力で行かせてもらおう。優勝は立花八悔しいけど、あの人は強いわ。それに対峙して分かった。あの人なんか今回の大会にかける意気込みが違うように思う。ヤクモさんはそれほどまでにお腹が空いてるんですね。そうなのかな。だってそうおっしゃってましたよ。賞金でお腹いっぱい食べるとか嘘じゃないの？あの人もっと大きな何かをこの戦いにかけてるような、そんな危機迫る気配があったわ。大きな何か。それは賞金でシェフを雇うとか。それ大きいの？食べ物から一旦離れよう。でも結局手に入れられませんでしたね。またノイマンさんに相談しよう。別の条件を出してもらえばいいさ。そうですね。今回はダメでしたが、次の大会は優勝します。いや、また大会に出るってわけじゃないでしょ。まあ、あの人が手に入れたのなら好調の余地があるんじゃないの？それこそ賞金が目当てなら景品の卵だって換金しようとするかもしれないし。立花八雲、見事な戦いぶり。クラリアスの卵、鬼のクラリアスを与えよう。確かに本物に違いない。アニームグラムハザー。かつてお前は戦争のために極東の国を訪れたはず。極東、世界中を飛び回っていたからな。そんなところも行ったか。そしてお前は軍を率いて私の里を蹂躙していった。全てを奪っていった。そんなこともあったか。何？忘れたな。何せ100を超える戦場で戦ってきたからな。そんな辺境での戦いなんか覚えていない。で、お前がそこのなんだって。忘れたというのなら思い出させてやる。俺はお前を撃つために海を越えてここまで来た。覚悟！悪い。さっきがダダ漏れだったな。お前みたいなのは戦場じゃ一番に死ぬぞ。バカな。あのクラリアスは彼女のものじゃない。どうして鎧をまとうことができるの？その首もらい受ける。グラム！お前何者だ。いきなり気配が変わったな。
俺は立花大善。不意をついて仕留めるつもりだったんだろうが、しくじったな。おい、こいつを捕らえろ。助けないと。助けるってどっちを？いや、決まってるか。まずはヤクモさんを止めましょう。よろしくお願いします。当然私よね。グラム殺せ。どうしたんですか、ヤクモさん。冷静になってください。邪魔をするな。邪魔をするな。なめた真似を。手応えありました。渡して。叩き潰す。それよ。叩き潰す。飛びなさい。準備万端です。どけ。行きます。よーし、暴れるぞ邪魔をするな。ヤクモさん、お前の首をもらい受ける。クラムハザー。これはまだ安定しないか。ここまでか。小僧、うまく逃げ延びたら胸の一つも触っていいぞ。ヤクモさん。なんだかわからないけど逃げた方が良さそうね。私らまで仲間と思われてるわ。ヤクモさんは。いや、ここでその人を助けたら。助けましょう。まあそうなるわよね。こいつらを捕らえろ。強行突破よ。ここは。目が覚めましたか？私は。ここはラインスタッド家の屋敷です。ラインスタッド家。大きな怪我もないみたいなので大丈夫かと思いますが、ゆっくりお休みください。怪我。そうか。私はグラムを撃とうとしてかたじけない。どうやら助けてもらったみたいだな。ヤクモさん、大丈夫ですか？とはだいぶ迷惑をかけたようだな。重ね重ねすまない。ねえ、目覚めたらあんたに一つ聞きたいことがあったのよ。なんだろう。私に分かることなら何でも。グラムが闘技会で景品にしていた卵、あれってもともとあんたのものなの？いや、違う。じゃあどうしてあの時はあんたが鎧をまとえたの？どういうことだ？クラリアスは契約した人しかまとえません。他の人には扱えないと。そのはずです。けどあの時ヤクモさんは一瞬にして武装した。クラリアスの卵を使って武装しました。あれ？でもシェリーの鎧だってお父さんから引き継いだものなんだろ？これは引き継ぐために契約が交わされてますよ。時間をかけて。ああ、後で教えてあげるから。今はこっちの話でしょ？ごめん。この鎧は兄上のものなのだ。
兄のものって。そして、私の中には兄上がいる。だから、私は、いや、俺は、ヤクモさん？そう。これは俺の鎧だ。あなたは、ヤクモさん、じゃない。あんた誰？俺としたことが、不覚を取ってしまったようだな。仇を目の前にして、つい気が流行ってしまった。お前らには礼を言っておこう。久しぶりのクラリアス。それに、ヤクモの体では、やはりそうそう制御はできないか。だが、次こそは、見ていろグラム。お前の首を。ヤクモさん？そうか。兄上が出ていたんだな。どうなっているんですか？私の中には、兄上がいるんだ。どういうことよ。そのままだ。私の中には、もう一つの魂が存在しているのだ。私の実の兄の魂が。魂が？かつて。かつて。ヤクモさん？ところで、とても言いにくいのだが、お腹が空いて、死にそうで。これは。すごい食べっぷりだわ。おかわり、いただけるか？はい、どうぞ。なんとうまい。ねえ、それより。さっきの話よ。あんたの中に兄の魂が宿っているとか。そうだったな。ごちそうになった。かつて、この国によって、我が故郷、和の国は平定され、今では、ユグドラキングダムの属国に甘んじている。その戦にて、最後まで戦い続けたのが、橘家だった。侵略軍の指揮を執っていたのは、当時騎士団の一角を担っていた、グラムハザ。兄上は、奴と戦い、敗れ、死んでしまった。そして、兄上が契約していた卵、鬼のクラリアスは、奪い去られた。一族を滅ぼされた兄上の魂は、憎しみによって、まだ私の中に存在し続けている。私は、いや、兄上は、故郷を滅ぼしたグラムに復讐するために来たのだ。復讐って。私は、亡き一族と、この刀に誓ったのだ。憎き仇。グラムの首を取ると。奴は、常に護衛に守られており、私が近づく手段はなかった。それに、奪われた鬼のクラリアスのありかもわからない。闘技会に参加して優勝すれば、奴に近づく機会があると思って参加をしてみたが、ダメだったか。が、こうして、鬼のクラリアスを取り戻すことができた。まずはよしとしよう。本来、他人に話すようなことではないのだが、巻き込んでしまった以上は、説明しないわけにもいかないからな。私は行かなければならない。行くって、どこにですか？特に当てはないが、ここにいては、迷惑がかかる。そんなの、構いませんよ。正気？これ以上肩入れしたら、奴らと正面から抗争になるわよ。そうなんですか？そうなんですかじゃないわよ。もろに命狙われたマフィアのボスが、ほっとくわけないでしょ。でしたら、なおのことヤクモさんを一人には。まあ、
直、この人連れて逃げてきた時点で、私たちも奴らから見ると、すでに敵なのかもしれないけど。ありがとう。優しいのだな。だが、私は大丈夫。自分の身くらい守れる。そもそも、私は奴を倒すために来ているのだ。向こうから来るというのなら、望むところ。ねえ、ちょっとお願いがあるんだけど。あんたちょっと、私たちと一緒にギルドの人に会ってくれない？それは構わないが、どうして？あんたが手に入れた卵、もともとは私たちがギルドに頼まれて狙っていたのよ。ミッション失敗というところだけど、一応顛末をギルドに報告しようと思ってね。なるほど、そんな事情が。もちろん、私は今から言っても構わないぞ。いや、まあ、それはまた今度ということで。だから、それまでここにいてよ。そうか。ありがとう。別に、礼を言われることじゃないけど。おう、父さん。何を見てるんだ？どうぞ。これは。お父様の写真です。掃除をしていたら見つかったんです。ああ、お父さんの。それに、この横にいるローブをまとった人って。オスカーさんです。やっぱり。じゃあ、もしかしてこの人が。グラムさんですね。お父様はあまり友達付き合いをする人じゃなかったですが、騎士団のお友達のことは一度だけ話してくれました。確かグラムさんのことも話してました。グラムは好戦的で一番勇気があるやつだった。いつでも矢面に立って一番傷つきながら一番豪快に笑っているようなやつだった。剣の腕や魔術の力はいろいろだろう。でもあそこにいた中で一番タフで心が強かったのは間違いなくグラムハザーという男だった。って言ってました。そっか。俺は一旦帰るよ。お店の方も気になるし。はい、お疲れ様です。あれ、ヤクモさん。ああ、とは。中に入らないんですか？いいんだ。ここが落ち着く。落ち着くって。外にいれば、遠くから来る敵の気配にも気づくことができる。だから私は、今までも、ほとんど外で寝泊まりしているんだ。それに、こうして、壁を背にしていたいんだ。気持ちいいんですか？ああ、ひやりとしてな。背中から襲われる心配がないからですか？ああ、私の故郷は島国だったから、国を出るのは至難だった。追っ手に何度も遭遇し、なんとか挑戦して。だが、船の上でも死角に襲われることがあった。私の一族は、不思議な霊的な力を持っていてな。人ならざる者を心に宿し、その力を行使するものだ。その力は、遥か古来より受け継がれてきたもので、その力を恐れる者たちがいた。そしてこの国の王は、私たちの血筋が生き残ることを許さなかったんだ。その力が世界を脅かすことになると、一族の根絶やしを命じた。そんな、
そんなの、ひどすぎる。どうしたとは。望んで手に入れた力じゃないはずです。八雲さんの意志じゃない。それで、誰かを傷つけようとしたわけじゃない。なのにどうして、そのために迫害されないといけないんですか？そんなの、間違ってる。とは、早く、帰れるといいな。え？守るべき人がいるんだろ？なんで？見ていたらわかるさ。今のはきっと、私だけじゃなくて、他の誰かのためにも起こっていたんだろ？でも、今はこんな時だから、帰るのは。大丈夫だ。と、火種を持ち込んだ私が言うのはおかしいが、シェリー殿にもルー殿にも、迷惑をかけた。そして、これ以上巻き込めない。何かあれば、私が決着をつける。トワにも、迷惑をかけたくない。私のせいで、トワが大事な誰かの元に帰れないのは、心苦しい。トワは、自分のやるべきことをやるんだ。八雲さん。ん？あれ、今のって。今の男は。見失ったか。私は何をしているんだ。あんな男ごときにかき乱されて。ハンニバルからの資金がオートのマフィアに流れている。ああ、資金だけじゃない。少なくとも10を超えるクラリアスの契約者と数十のプレタポルテの卵が秘密裏に提供されている。グラムは闘技場を運営しながらたびたび闘技会を開催している。そこには儲け以外のもう一つの目的がある。鎧乗りの戦力になる手駒を増やすことだ。構想相手もいない奴が紙幣を増やす理由。奴は内乱を始めるつもりかもしれない。まさか。お前はオートへ戻り奴の内定を進めてくれ。了解した。優勝してグラムの懐に入るつもりだった。それが長いとは。頭、ラインスタッド家の屋敷に攻め込みましょう。おや、頭の首を取ろうとしやがった女をかくまっているんだぜ。ほっとけるか。構わん、放っておけ。なぜですか？それよりももっと派手な祭りが待っている。満月の夜、放棄する。いよいよですか。来ていたのか。約束は果たすぜ。そっちもよろしくな。シェリー、話があるんだ。はい。満月の儀ですか。私はよく知りませんが、確かに聞いたことはあります。それを今夜試してみるんですか？うん。やってみようと思う。トワは帰るのか？八雲さん、いたんですか？まかないをごちそうになっていた。そうなんですか。それより、元の世界に帰る方法が見つかったとか。見つかったというか、試してみたいことがあって、それでうまくいけば、そのまま帰れるかもしれません。そうか。
うまくいくといいな。はい。なんだか大変な時にすいません。気にするな。ただトワがいた国は私の国と似ているところがあるようだからな。できたら話を聞かせてほしかった。そうですね。ヤクモさんは？ヤクモさんもいつか帰れるといいですね。私はそんなこともう考えていないが、ただいつか帰れるといいな。すべてを終えて。それでどこに？駅に行きます。そうか。では私も見送らせてもらおう。トワには世話になったからな。私一人省こうだなんていい度胸ね。ルーまでいつの間に。そういえば一緒に来たのだったな。まさかトワさんとお別れするのが辛くてお外に？私が入る前に話進めるから入りづらかったの。とにかくあんたとは一緒に戦った仲だし、私も見届けるわ。みんなありがとう。トワさんですね。はい、どうも。ギルドのノイマンさんからことづてを預かっています。準備はしておいたよとのことです。ノイマンさんが？月明かりの注がれる場所に魔法陣を書いておいたので、そこに卵をしばらく置いた後にクラリアスを身にまとうようにと。今の小さい女の子は？駅長さんです。お世話になってるんですよ。今のが駅長さん？子供みたいね。あった。これがその魔法陣じゃないのか？満月の儀。ねえ。こんな陣をかける人間は限られてるわ。あのノイマンって男、ただものじゃないのかも。そうなのか。できたら私が試してみたいけど。こらこらルードの。わかってるって。じゃあほら、やってみなさいよ。うん。サモンドラゴン。列車が来た。何？どこですか？見えないのか？何も。何かが起こっているのね。ああ、わからないけど帰れるかもしれない。行ってみようと思う。にしても急ね。あなんていうか、あんたにはなんだかんだで助けられたわ。重いものを持つとき役に立ってくれたし。ああ、どういたしまして。シェリー。大丈夫ですよ。トワさんと会って少しは強くなりました。頑張って家を再興させてお父様を見つけます。あルーさんも手伝ってくれますし。いつそんなこと言った？あれ、違いましたっけ？まあ暇だし手伝うくらいならいいけど。ちょっと何がおかしいのよ。俺にはわからないんだけど、お父さんには何かとても大事な事情があったんじゃないかな。真実を見つけられるよう祈ってるよ。ありがとうございます。何？
あと少しだったのに。一体何が起きた？街が燃えている。ラインスタッド様。これは何が起こっているんですか？街に鎧が溢れています。また盗賊？そんな数ではありません。これは反乱です。反乱？トアさん、ノイマンさんのところに行ってみよあんた、いいの？帰れそうだったんでしょ？う。帰るのはまた次の満月でもできる。街が燃えている。ヤクモさん？あの時もそうだ。突然奴らはやってきた。何体もの鎧をまとい、私たちにはほとんど抗う術がなかった。ただ兄上だけがクラリアスをまとい最後まで。だがグラムハザー、奴との一騎打ちによって兄上は、俺は。ヤクモさん、大丈夫ですか？なんでもない。奴らを止めよう。私も手を貸そう。行こう。ありがとうございます。では一緒に。全然足らんぞ。ミレイ家はどうした？それが全く連絡が取れず。カリマー家はどうした？愛犬の看病で離れられないとか。グッドワイルド家はアイガル殿なら。アイガル殿は腰痛で動けないと息子から連絡が。どいつもこいつもこんな時に役立たずどもめ。サンダーランド家ドルフィン。サンダーランド家ロバート。サンダーランド家レイチェル。参りました。サンダーランド家呼んでないぞ。参りました。実績は？初めてです。ご命令を。あれだ、王宮の警護を頼む。直ちに。これが武者震いというやつか。兄ちゃん、緊張して漏れそう。なんか、だいぶ混乱してるわね。さあ、私たちもお仕事を頂戴しようじゃない。私たちまだ自警団として認められてませんけど。どさくさに紛れて認めてもらえばいいのよ。めちゃくちゃ言ってる。ノイマンさん。ああ、ラインスタッドの。あれ、やっぱり帰れなかったのか。いや、やめておきました。そっか。一体何が起こったんですか？グラムハザーが地平を率いて王宮を吸収しようとしている。何？グラムさんが？騎士団は遠征中。タイミングは最悪だね。自警団が討伐に出かけているが、グラムといえば手だれだ。何せまともな戦闘なんてしたことのない連中ばかりだから、どうだろうね。なかなか厳しい戦いになりそうだ。それにしても彼は何を考えているのやら、王都の真ん中で放棄するなんて。ノイマンさん、私たちも戦わせてください。いや、そうは言われてもね。君たちはまだ。この後に及んで認められないっていうの？俺がこの場で認めるだけでは無理なんだよ。一度請願書を出さないことには。もうバカじゃないの。この後に及んで今目の前で私たちの街が破壊されているのよ。ルーさん、もういいんです。いいって。私は戦います。町の人たちのために。
王の許しもなく自警団の活動をするなんて許されない立派な反逆罪だ。分かっているのかい？傷つく人たちが目の前にいるのに何もできないことこそ裏切りです。賛成。私も勝手にやらせてもらうわ。待て。嫌よ。違う。ここで宣誓を行うんだ。ラインスタッド家当主シェリー。はい。私シェリー・ラインスタッドはラインスタッド家は王と民のための剣となり働くことを誓います。王と民のために戦う限り貴殿の身分を保証し清流の加護を与えよう。いいだろう。信念に基づき王と民のためにその剣を振るうがいい。ここにシェリー・ラインスタッドを家長としてラインスタッド家に自警団としての活動を認めよう。いいんですか？上に通さないといけないって。まあ俺結構顔が利くしなんとかなるでしょう。行こ父さん、いいんですか？う。いいも悪いもない。満月ならまたやってくる。ありがとうございます。そうだ。すでにいくつかの自警団が鎮圧に向かっている。できたら彼らと連携してほしい。私も共に行くぞ。ヤクモさん。グラムは私の故郷を滅ぼした宿敵。私の手で撃ちたい。でもその鎧はお兄さんのものでしょ。前みたいに暴走するんじゃないの？大丈夫。制御してみせるさ。そして今度こそ奴を。ヤクモさん？ほらこいつも全部もらっていくぜ。なんてこと。おい盗賊みたいな真似をするな。お頭から目指すは王宮のみと言われているはずだ。行きがけの打診だよ。このくらいの楽しみあっていいだろ。やめなさい。なんだこいつら。貴族の坊ちゃんたちがやってる自警団だろ。騎士団が留守にしてる今、王宮を守るのはこんなままごと連中だけってことだ。頼もしいな。これは良いものだ。当然私よね。承知した。叩き暴れるぞー。これでまた英雄に一歩近づいたわね。
やったわ。教えてください。グラムさんはどこにいるのですか？言うかよ。ああ、この斧重いわ。早くしてくれないと腕が持たないわ。俺の頭上に掲げることないだろ。ギロチンってこんな感じかしら。やめろ、下ろそうとするな。お頭は広間で指揮を取っているよ。ありがとうございます。感謝されることかよ。変な女だな。行きましょう。当然私よね。承知した。一体グラムは何を考えているの？グラム。ヤクモさん、大丈夫ですか？ああ、問題ない。今は町の人々を守ろう。行きましょう。叩きわらわ鬱陶しいわね。これはどうだ。早く変わりなさいよ。ほいっちゃ叩き前を叩き前をなかなかにしぶとい。と切る。早く変わりなさいよ。よーし、暴れるぞうむ、鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。これは良いものだ。止めてみせるさ。争いというほどの争いもなく、日の目を見ることのなかった俺たちの力。今こそ闇を切り裂く光となって降臨する時よ。サンダーランド家ドルフィン、サンダーランド家ロバート、サンダーランド家レイチェル。騎士団が出払っている今、我らサンダーランド自警団が武功を立てて新たな騎士団としての栄誉を受ける。おう、ここからは一歩も通さないんだからね。お前なんでオカマ区長になってるんだ？だって緊張して。次戦で初めてだしな。バカな、僕たちはあれほどの鍛錬を積んできたんじゃないか。理論上僕たちの連携は無敵だ。来たぞ。潰せ。うわー、うわあっけねえな。ろくに戦ったこともない坊ちゃんどもがこの分だと王宮もすぐだな。おい見ろ。お前闘技会にいたバロンとかいう。そこをどけ女。待て、あれはあの紋章は騎士団の。なぜ騎士団が今ここにいる？ハンニバルの残党の討伐に出払っているはずだぞ。かつての英雄の一人グラムが反乱を起こすとは団長の勘は正しかったか。相手はたった一人だ。叩き潰せ。若菜強すぎる。とはあの男はいないようだな。グラムの一味ではなかったのか。長い
とは必ず見つけ出して殺す。承知した。当然私よね。どこを見てる？つまらない。切ってしまった。静かにしてくれませんか？え？今夜は月が綺麗なんです。この美しい夜を血で染めたくありません。騒ぎたいなら他を当たってください。なんだお前は。ゲルニカ家当主アルベルト・ゲルニカ。引くぞ。一人ですよ。やっちまいましょう。引くと言ったら引く。ボンドさん。奴は危険だ。俺の本能が告げている。よろしくお願いします。承知した。
行きます。これはどうだ。手応えありました。準備万端です。頑張ります。頭、王宮に向かった連中が全滅しました。何？誰がやった？あれは騎士団の紋章です。そうか、奴らが出てきたか。動きが早い。今の騎士団のリーダーはだいぶ切れ者らしい。ですが聖堂への侵入は成功したとのこと。なら奴らへの義理は果たしたな。だったらあとはこっちで好きに暴れるだけだ。グラムさん。ラインスタッドの娘か。まさか奴の娘とこうしてまみえることになろうとはな。あなたはどうしてこんな。さあな。平穏な世の中では生きづらいバカどもがたくさんいるってことだ。案外お前の親父もそうだったのかもしれないぞ。そうやって争いに身を投じるうちに、その呪われた姿になったということか。そうだ。戦い続けるうちに俺の姿はクラリアスと同化し戻らなくなった。だが何の不満もねえ。俺は望んでこうなった。魔人め、俺が息の根を止めてやる。負けるわけにはいかないな。承知した。一族の敵、グラム、お前を撃つ。お前、闘技場で見た時から思っていたが面白いよな。相手になってやろう。来い。父のグラムか。一筋縄ではいかないでしょうね。気を引き締めていきましょう。飛べ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 。渾身の一撃だ。飛べ。飛べ。入れろ。飛べ。飛べ。はっ。飛べ。よし。これはどうだ。切るんだか。切る。いけるよ。切る。
これは聞いただろ。これは聞いただろ。おかしいんだよ。うらおかしいんだよ。これは聞いただろ。いいぞ。もっともっとだ。いいぞ。つまらぬ切ってしまった。そこか。つまらぬ切ってしまった。いいぞ。体が動かん。そこか。ごめん。まただ。飛べ。参ろうか。参ろうか。飛べ。飛べ。もっともっとだ。おかしいんだよ。飛べ。いいぞ。渾身の一撃だ。知るんだか。飛べ。よし、成長を感じる。やったぞ。なんなのこいつ。心臓の体力ですね。不死の男グラム。無駄なことだ。俺にはもう肉体などない。だからこそ死もないんだよ。つまりお前らに俺を滅ぼすことなどできないのさ。こいつめちゃくちゃ。不死のグラム。これじゃ倒しようがないわ。に君は奴を倒す。君が宿した卵の中に秘められる本当の力が今これは力はグラムが生身の姿に。父さん、一体何を。嘘が解けたんだと。バカな。俺の体はもう国鎧に取り込まれて消滅したはず。なんだお前、何をした小僧。わからない。
武装が解けた今ならお前など恐るるに足らん。グラム学校。生身で鎧を。なんて強さなの。来るがいい。こうなっても俺は戦い続けるだけさ。そして俺は不死身だ。それはどうかな。やっとこの時が来たようだな。グラムハザー、我らが一族の祝宴、ここで晴らさせてもらう。思い出したぞ、この剣さばき。東方の国の侍だな。あの時俺も住んでのところでやられそうになったが。覚悟。待ってください。小僧、何のつもりだ。邪魔をするな。お前には関係のないことだ。今は俺とクラムさんが戦っています。何？グラムハザー、俺が相手だ。おお、面白い。何のつもりだ小僧。武装を解いて俺と生身でやり合おうとは。あなたの執念はすごい。八雲さんを見てそういうものがあると知ったんだ。あんたはもうきっと実体のない存在なんだ。だから俺が終わらせる。やってみろ小僧。鎧などなくても俺は最強だ。やるじゃねえか小僧。あいつ何者なの。悪くない、悪くないぞ小僧。喧嘩は本当は素手でやるのが一番だよな。もういいだろう。野郎ども、この喧嘩俺の負けだ。これ以上の戦いは許さん。おとなしく投降しろ。喧嘩はもう終わりだ。バカな、お頭。死ぬまで一緒に戦い抜きましょうって誓ったじゃないですか。まだやりますよ、お頭。お頭。待ってください。シェリー。グラムさん。こいつ死んでるわ。王子、郊外より起こったテロですが無事鎮圧されました。首謀者のグラムハザーは死亡とのことです。あっそう、いいざまだ。先日は初仕事ご苦労様。おかげでテロリストも無事鎮圧されたよ。わからないわ。グラムは一体何をしようとしていたの。オートの真ん中で放棄して、どれだけあいつが強いからってそのうち鎮圧されるに決まってる。さあね。一つは彼の肉体は度重なる酷使によって限界を迎えようとしていた。戦うことこそ彼の生きがいだったからね。最後に何でもいいから人暴れしたかったのかもしれない。そんなルーみたいな。なんて？いや、あるいはもう一つの可能性も俺は考えている。グラムはあれで面倒見のいい男だった。職にあぶれた部下たちの面倒を見るために貴族の位を返上してマフィアになるくらいだ。どこかの組織と手を結び何らかの取引があった可能性がある。その組織にとって先日の放棄に意味があったと？まあそういうことになる。ま
何にしても現状では手がかりが少なすぎて何も言えないよ。この辺を調べるのは警察の仕事だしね。俺たちは一息つかせてもらおう。ノイマンさん。結局、俺が使った力は何だったんでしょう？聞く限り、満月の儀で力を得た卵が本来の鎧の力を引き出したといったところだろうが、しかしその力の正体とは何だろう。君を異世界へ運び、グラムを人間の姿に戻し、聞けば闘技場で女性を裸にしてしまったという。だいぶ脈絡のない力ですね。そうだね。でもあの時駅で帰れるような気がしたんです。そうなのかい？中断してしまいましたが、次の満月を待って同じ儀式を行えば。そのことなんだがね。はい。満月の儀は卵の潜在能力を大いに引き出すことができる。しかし一度行えばしばらくは同じ効果が期待できないんだ。しばらくはってどれくらいですか？俺の経験から推測するに数年というところかな。数年？なんてことだ。元気出しなさいって。何か方法があるわよ。ああ、そうだな。なんで私ほっとしてんのかな。なんとかなりますよ。私も協力します。ありがとう。トアさんには悪いですが、少しほっとしたような。私はなんて恩知らずなんでしょうか。すいません、トアさん。どうしたの？なんでもありません。でもあれは一体何だったのかしらね。あんたグラムに何したの？いや、俺にもわからないんだ。ただ必死に戦っているうちに。私考えたんです。トアさんの不思議な力について。何かわかった？あれはエッチな力じゃないのでしょうか。は？こう相手に対するトアさんの欲望がほとばしった結果。そんな欲望ほとばしってないよ。バロンさんはともかく、グラムさんになんでそんな欲望をほとばしらせてるんだ。それも戦いの最中に。違いますかね？違うよ。ちょっとバロンさんはともかくってどういう意味？いや違う、そうじゃなくて。ヤクモさん。ヤクモさん？小僧、よくも邪魔してくれたな。すいません。でもあなたではグラムさんを倒せませんでしたよ。ああ面白いことを言う。お兄さん、聞きたいことがあるんです。なんだ？言ってみろ。ヤクモさん自身は復讐なんて望んでるんですか？何何を言うかと思えば当たり前だ。本当にそうなんでしょうか？女性一人で過酷な旅をしてあんな強敵に立ち向かって、それは本当にヤクモさん自身が望んでいることなんですか？小僧、ヤクモが気に入ったか？いや、そういうのじゃ。だが無駄だぞ。この体は俺のものだ。ヤクモがどう思っているかなんて関係ない。もう復讐は終わったんじゃないんですか？敵はグラムだけじゃない。この国そのものだ。そんな。俺は復讐を果たす。この体を使ってな。何か文句があるという顔だな。言いたいことあります。言ってみろ。往生際が悪いんじゃないですか。あなたは戦いに敗れて死んだんです。なのに妹の体を使ってリベンジしようなんて、
往生際が悪くてかっこ悪いです。面白い小僧だ。お前に何がわかる？我が一族のことが、俺やこいつのことが何がわかる？こいつに肩入れをしたところで無駄だぞ。教えてやろう。もし復讐を果たし役目を終えたなら、こいつは自ら命を絶つだろう。それがこいつの望みだ。あまり肩入れをすると後悔することになるぞ。じゃあな。私は、兄上と話をしていたんだな。はい。何か言っていたか？いや、怒られました。邪魔するなと。そうか。すまない。それでトワは何と？いや、すいませんって謝りましたよ。そうか。トワに折り入って頼みたいことがある。頼みたいこと？私もお前たちと共に戦わせてはくれないか？兄上の復讐はまだ終わっていない。そして私の力ではグラムには勝てなかった。兄上のために復讐を果たすには私自身が強くならないといけない。トワやトワの仲間たちと一緒にいると強くなれるような気がする。ヤクモさん、わかりました。で、俺が言えることじゃないですが、シェリーに話してみます。代わりと言ってはなんだが、何か私にできることはないか？いや、そんなことを気にしなくていいと思いますけど。いや、もらってばかりいては武士の名が廃るからな。何かさせてくれ。じゃあ今度ヤクモさんの剣術を教えてください。私の剣術？そんなことでいいのか？はい。俺もヤクモさんと一緒で強くならないといけないですから。そうか。私でよければいつでも稽古をつけよう。ありがとうございます。トワも帰れるといいな。元の世界に。はい。微力ながらその目的にも協力させてもらおう。ありがとうございます。とりあえず。お腹が空いてしまった。でも、きっと帰るよ。君の元に。